ねえねえ、すみれ。今日はどんな話題について話していくと？今日はね、DC スタジオの共同責任者であるジェームズ・ガンとピーター・サフランが、ハリウッド最大の敗者として名指しされたという話題についてよ。現在、彼らが手掛けた映画、スーパーガールの歴史的な大爆死によって、DC ユニバースのリブート計画そのものが完全な崩壊の危機に直面しているの。今日は、スーパーガールの歴史的な大爆死の具体的な数字と DC スタジオのトップがなぜハリウッド最大の敗者と呼ばれているのか、そしてワーナー買収劇に絡む首の危機について徹底的に解説していくよ。ハリウッド最大の敗者？ジェームズ・ガン監督たちが DC ユニバースを新しく立て直すってニュースで華々しく発表しとったやん。ニュースじゃスーパーガール公開で明るく取り上げられとったのに、裏ではそんなボロボロになっとると。スーパーガールなんて超有名なヒーローやけん、普通に考えたら大ヒット間違いなしやろ。一体何をやらかして敗者なんて呼ばれるまで落ちぶれたと？ニュースの表面だけ見ていると気づかないかもしれないけれど、ジェームズ・ガンとピーター・サフランに対する業界の評価はすでに残酷な形で出揃っているのよ。そして重要なのは、その厳しい評価は決してアンチが集まるような YouTube チャンネルや、いわゆる有害なファン層の単なる悪口から出たものではないということなの。じゃあ、誰が、そんなボロクソに言い寄ると？ 6 日に放送された、ザ・タウンという有名な業界向けポッドキャストのエピソードでのことなの。そこで、エンタメニュースサイト、パックの創設パートナーである、マット・ベローニと、大手経済メディア、ブルームバーグのルーカス・ショーという、ハリウッドで最も情報通の記者たちが、2026年の中間年における、勝者と敗者に関するレポートを発表したの。そこで DC スタジオの共同責任者である彼ら二人がハリウッド最大の敗者としてはっきりと名指しされたんだよ。ガチの業界トップの記者たちから今年最大の負け犬って認定されたんやね。でもハリウッドって他にもやらかしとる人おるやろ？ディズニーとかネットフリックスとかさ。そこがポイントなのよ。そのリストにはルーカスフィルムのキャスリーン・ケネディは含まれていないの。ネットフリックスの共同 CEO たちも含まれていないんだよ。ルーカス・ショーによれば、当然選ばれるのは DC ユニバースのジェームズ・ガンとピーター・サフランだということなの。キャスリーン・ケネディすら差し置いて、ダントツのトップで敗者扱いなんや。どんだけひどいことになっとるんか、逆にめちゃくちゃ気になるばい。何が原因でそこまで言われとると？その最大の原因が映画、スーパーガールの悲惨すぎる興行成績なの。ザ・タウンの司会者たちは、スーパーガールが公開から2週末で全世界興行収入がわずか1億ドルにとどまっていることを指摘して、明らかに今年最大の失敗作だと述べたんだよ。全世界でたったの1億ドル？スーパーヒーロー映画の超大作やろ？アメコミ映画なんて普通は最初の週末だけで1億ドルくらい稼ぐもんやないの？それが世界中かき集めて2週間で1億ドルって完全に客席すっかすかやん。そうなの。さらに、ルーカス・ショーは、この悲惨さを表現するために、マスターズ・オブ・ザ・ユニバースよりもひどいと語ったの。その理由として、なぜなら、マテルとアマゾンの数人を除いて、マスターズ・オブ・ザ・ユニバースが本当に成功するとは誰も思っていなかったからだと、痛烈な皮肉を言っているんだよ。マスターズ・オブ・ザ・ユニバース。あれは、そもそも、誰が見るんやこれ、で最初から期待されとらんかった映画やん。誰も期待してなかった映画がこけるより、みんなが期待しとったスーパーヒーロー映画が大こけする方が、よっぽど罪が深いって言われとるわけやね。毒舌すぎるばい。でも、数字で見たらどれくらいやばいと？記事が記録してきたように、実際の数字は彼らレーベルの主張を完全に裏付けているの。国内でのオープニング興行収入はわずか3700万ドル。そして2週目の週末にはなんと 80% 近くが興行収入から落ち込んでしまったんだよ。これは3000巻以上で公開された大作映画としては史上6番目に悪い成績となっているのよ。80% 減。100人おったお客さんが次の週には20人しかおらんくなったってことやん。口コミでこれ面白くないぞって一気に広まってみんな逃げ出したんやね。映画館もガラガラすぎてポップコーン売る人も暇で寝とるばい。さらに絶望的なのが収支の予測なのよ。制作費とマーケティング費用を合わせた総コストが2億9500万ドルもかかっているのに対し、劇場での損失はなんと2億4430万ドルになると予測されているんだよ。ちょっと待って。作るのと宣伝するのに3億ドル近くかかっとるのに、損失が2億4000万ドル超え？それってかかったお金がほぼ全額ドブに捨てられたようなもんやん。天文学的な大赤字ばい。
DC のお偉いさんたち、今頃顔面蒼白で泡吹いとるやろね。本当に歴史的な大赤字だよ。ブルームバーグのルーカス・ショーも本音ではスーパーガールの方がもっとヒットすると思っていたと認めているの。彼はスーパーヒーロー映画の最低限の興行収入は250から300ドルくらいだろうと明らかに間違って考えていた。この映画は2ドルにも届かないだろうと語っているんだよ。250ドル ?2 ドル映画の興行収入がたったの数百円ってどういうこと？スーパーガール、実は缶ジュースくらいの値段しか稼げんかったと？葵、違うよ。これはアメリカの業界用語や比喩表現でミリオン、100万を省略して単位を億単位で話しているの。つまり最低でも2億5000万ドルから3億ドルくらいは稼ぐだろうと思っていたのに、実際は2億ドルにも届かないだろうという意味なのよ。ああ、そういうことか。びっくりしたばい。でも、プロの記者ですら、最低でも 2.5 億ドルは行くやろって思っとったのに、その最低ラインすら全く届かんって、どんだけお客さんに見放されとると。でもさ、これって主役の女の子の演技がダメやったとか、そういうことなん？そこが重要なポイントなの。ルーカス・ショーは主演のミリー・オールコックが好きだと明言していて、この映画はまともな作品になる可能性を秘めていると付け加えているの。これは、つまり、今回の歴史的な大失敗の責任は、主演女優にあるのではなく、ジェームズ・ガンやピーター・サフランをはじめとする制作陣にある、という見方と完全に一致しているのよ。なるほどね。素材は良かったのに、料理人が下手くそすぎて、まずい料理になってしまったってことたいね。役者さんがかわいそうばい。でも、プロデューサー陣は、公開前に、これはやばいって気づかんかったと？実は、公開前から、すでに不吉な予兆はあったみたいなの。シネマコンという映画興行主向けの大きなイベントに出席していたマット・ベローニは、ラスベガスでの出来事はすでに予見できたとルーカス・ショーに指摘しているの。マット・ベローニは、あなたはシネマコンにいなかった。あれは一種の惨事だったと語っているんだよ。シネマコンで惨事？映画館の人たちに、今年のうちらの映画はこれですって大々的にアピールする場やろ？そこで、なんやこれ、絶対売れんわっておつや状態になっとったってことやね。映画館の人たちの目はごまかせんばい。まさにその通りね。そして今後重要になってくるのはここからの話なの。記事がここ数ヶ月間追ってきたのと同じ点なんだけど、ハリウッドの巨大な企業買収劇が絡んでくるのよ。ここでジェームズ・ガンとピーター・サフランの首が物理的に飛ぶかもしれない絶体絶命の核心部分について触れていくんだけど、でもその前に、ここでみんなにお願いがあるの。もし、この動画が面白いなって思ったら、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価を押してね。うちからも、チャンネル登録と、グッドボタン、高評価、ポチッとよろしく頼むばい。それじゃあ、続きを話していくよ。実は、今、ワーナーブラザース、ディスカバリー、WBD を取り巻く状況が非常に複雑なの。デビッド・エリソンのパラマウントがワーナーブラザース・ディスカバリーの買収を中止した後、果たしてジェームズ・ガンとピーター・サフランはどうなるのかということが業界最大の関心事になっているんだよ。会社が買収されたり中止されたり、上がごたごたしとるんやね。でも、上の会社がどうなろうと、ジェームズ・ガン監督たちは映画を作るのが仕事やん？関係あると？大ありなのよ。ザ・タウンのエピソードからの引用なんだけど、彼らはこう指摘しているの。だからといって、必ずしも戦略を中止するというわけではない。しかし、もしあなたがデイビッド・エリソンで契約を成立させたとして、スーパーガールを成功させられないような連中が自分たちのやっていることを理解していると、どれだけ信頼していることになるだろうか？でね。うわぁ。痛いところ疲れとる。スーパーガールすら、まともに売れん無能な連中に何百億もかかる DC ユニバースの舵取りをこのまま任せていいのか？で、新しいボスが疑問に思うのは当然たい。鍵を受け取る前に、すでに家が火事で全焼しとるようなもんやん。それが全てなのよ。DC のリセットは、当初、ついに大人が主導権を握ったという形で華々しく売り込まれたの。エピソードでも何をするべきか分かっているこの二人の男の下でリブートされた DC だと皮肉られているのよ。大人が主導権を握ったでドヤ顔で言っといて、蓋を開けたら過去最高レベルの大赤字とかギャグにも程がある場合。子供のお小遣い帳の方がまだマシな計算するやろ。その結果、公開から2作目にして、その2作目が今年最大の失敗作となってしまったの。しかも、次のオーナーはまだ鍵を受け取ってすらいない状態なんだから、目も当てられないわよね。
同エピソードの別の箇所で、マット・ベローニ氏は、WBD が計画通りの分割に至ったかどうかさえ、懐疑的だと述べているの。会社の分割？どういうこと？実は、ネットフリックスが、デビッド・エリソン氏の提示価格を釣り上げて、28億ドルという巨額で、入札合戦から撤退したことをマット・ベローニ氏は指摘しているのよ。つまり、ネットフリックスに価格を釣り上げられたせいで、このスタジオに過剰な金額を支払う羽目になったデビッド・エリソン氏は、当然ながら、その見返りとして、厳しい説明を求めるだろうと語っているんだよ。ネットフリックスの嫌がらせで、めちゃくちゃ高い買い物させられたんや。そりゃあ、新しいボスもイライラしとるやろうし、なんで、こんなに赤字垂れ流しとるんや。責任者出てこい、でブチギレるに決まっとるばい。ジェームズ・ガン監督たち、完全にロックオンされとるやん。その危機感の表れなのか、司会者たちは、ピーター・サフラン氏が、公開週末の直後の28日に、ニューヨーク・タイムズ紙に寄せた、異例の声明についても言及しているの。異例の声明？自分の映画が大爆死した次の日に、わざわざ新聞で言い訳したと？なんて言っとったん？その声明の中で、ピーター・サフラン氏は、スーパーガールは、興行収入の期待には応えられなかったと、素直に失敗を認めつつも、これは、より広範な長期戦略の一要素に過ぎないと、主張していたのよ。長期戦略の一要素に過ぎない。負け惜しみ感がすごいばい。いやいや、これは、壮大な計画の、ほんの第一歩やから。ここでこけたのも計算通りやから、で必死に強がっとるのが、目に浮かぶやん。面白いことに、ザ・タウンのポッドキャストでは、このピーター・サフラン氏の声明をこのように翻訳して提供しているの。つまり、デイビッド・エリソン、私たちには長期戦略があります。どうか私たちを解雇しないでください。私たちにはビジョンがあります。私たちは自分たちが何をしているのか分かっています。でね。ギャハハハ。翻訳の精度高すぎばい。社長、頼むからクビにしないで。まだやれますっていう土下座レベルの命乞いやんか。大人が主導権握ったはずなのに、めちゃくちゃ情けない姿晒しとるね。さらに、このエピソードでは、DC ユニバースはうまくいっているという彼らが作り上げようとしていた物語の根幹にも、鋭い批判が向けられたの。彼らは、スーパーマンの成功を大いに祝ったが、確かにヒット作ではあったものの、彼らが言うほどの大ヒットではなかった。特に制作費を考えるとなおさらだ。そして、2作目は大失敗に終わったと指摘されているのよ。前のスーパーマンも実は言うほどヒットしてなかったと。大成功しましたで自慢しとったのはただのハったりやったんやね。制作費かけすぎて利益出てないならそれも失敗の一部やん。スーパーマンの数字が出た時にも記事が指摘していたように勝利の喜びは常に実際の差を上回ってしまうのよ。自分たちを大きく見せようとする宣伝文句と現実の数字のギャップを今や業界関係者たちも声高に主張し始めているんだよ。嘘で塗り固めたメッキが、ここに来て全部剥がれ落ちたってことたいね。でもさ、ここからどうやって挽回すると？ファンに、新しい映画の発表とかせんと、完全に愛想つかされる場合。それがね、このエピソードでも語られている通り、デイビッド・エリソンとの取引が保留中であるにもかかわらず、彼らにとって、夏の爆弾を抱える最悪のタイミングだと言われていて、事態はさらに悪化しようとしているの。というのも、世界最大のアメコミイベントであるサンディエゴコミコンまであと2週間しか残っていないのよ。コミコンまであと2週間。世界中のオタクが集まって熱狂するお祭りやん。そうなの。DC スタジオは今年最大の失敗作であるスーパーガールの大赤字を抱えたままコミコンのステージに立ってファンの前で新作ラインナップと今後の戦略を売り込まなければならないという地獄のような状況なのよ。どんな顔してステージに立てばいいん？この前の映画は2億ドルの赤字出しましたけど、次の映画は期待してください。なんて言っても、誰も信じんばい。会場、お通夜になるか、ブーイングの嵐やん。しかも、その裏では、責任のなすりつけ合いが始まっているの。エンタメ誌、THR、ハリウッドリポーターの独占記事で報じられた、クリエイティブ面でのいざこざなど、誰がこの失敗の責任を取るのかという内紛を報じる記事が、次々と出ている状態なのよ。泥船から誰が先に逃げ出すかのチキンレースやね。俺のせいじゃない。あいつが悪いって大人が主導権握っとる組織がやることやないばい。みっともなかねえ。ネットのみんなはこの記事見てなんて言いよると？この記事に対してネットユーザーからはこんな反応が出ているの。ジェームズ・ガンとピーター・サフランが DC を立て直すなんて最初から無理だと分かっていた。ファンが見たいものを作らずに自分たちのエゴを優先した結果がこれだ。社長に命乞いする暇があったら面白い脚本を書け。
コミコンのステージでどんな言い訳をするのか逆に楽しみになってきたといったように、ファンからも完全に見放されているような厳しい意見が殺到しているの。やっぱりね、ニュースの表面だけ見とって、スーパーガール面白そうって思っとった視聴者も、これだけ数字がボロボロで裏で揉めとるって知ったら、一気に冷めるばい。ABS-CBN の読者にとって、今回の事態は決して驚くべきことではないはずなの。これは5月に興行収入予測が急落した際に記事が提示した最悪のシナリオそのものであり、その後、その惨状は改善するどころか、さらに悪化する一方だったんだから。最初から絶対こけるって言われとって、その通りに特大のスケールでこけたんやね。ある意味予想通りの結末たい。映画業界において興行収入こそが最終的な判断基準なの。そして今やハリウッドで最も情報通の記者たちが全員同じ結論を下しているのよ。ジェームズ・ガンとピーター・サフランの率いる DC スタジオは間違いなく2026年ハリウッド最大の敗者となるだろうってね。何百億もかけて敗者の称号を買い取ったようなもんやね。コミコンでどんな発表があるのか、そして新しい社長に本当に首を切られるのか、これからの DC の動きから目が離せんばい。ある意味映画本編よりこっちの裏話の方がよっぽどエンターテインメントとして面白かよ。ということで今日は DC スタジオのトップがハリウッド最大の敗者に選ばれた理由とスーパーガールの歴史的な大失敗という話題について見てきたけど、みんなはどのように思ったかな？今回の動画の感想は下のコメント欄で教えてね。もしこの動画が役に立ったと思ったら高評価とベルマーク、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。すみれの最新動画は左、おすすめ動画は右です。どちらも見てくれると嬉しいな。